ツイート来てた。1000万もらってゲーム作ってる人、久々に見に行ったらインディーズ開発がよくある。初期投資が足りなくなって追加投資を募るという失敗路線に行ってて残念だった。ここに突入したら立ち直るのはほぼ無理なので、彼の今後はさておき、なぜダメなのか、どうしてこうなったのか、今後どうなるのかを話そう。1、なぜダメなのか。初期資金が足りなくなってきたということはそもそもゲーム開発にいくらかかるか見積もりせずに作り始めたということ。1000万円のプロジェクトをそんな雑さで始める人間がゲーム完成させられるわけねえだろ、アホか。結論。この後も長々とアドバイスが続くので、短くまとめると、予算の規模感に合った計画をしっかりと見繕ってコンパクトにゲームを作っていこう。めっちゃ正論。この人発言内容自体はめちゃめちゃ芯食ったものが多いねんな。ただしちょっと言葉にトゲがある。あと思い込みと決めつけを論理展開に組み込んでいく癖があるみたいですね。例えばこの一文、初期投資が足りなくなって追加投資を募る。それあなたの思い込みですよね。僕開発初期からずっと言ってきました。2年で2000万だったら絶対俺の夢には足りひん。動画見返してみてください。この思い込みと決めつけで論理展開してディスっていくっていう手法、ネットのあらゆるところにはびこってます。この手法ってやってる本人とかその文章を読む第三者はめちゃくちゃ面白いんやけど、やられる方からしたらめっちゃ不愉快やから気をつけて。一つ例を出してみよう。あなたの職場で女性社員が髪の毛をバッサリカットしてショートヘアにして出社してきました。それに対しておじさん上司がこういうわけですね。どうしたん？男に振られた。失念した。もうね、言葉を選ばずに言わせてもらいます。きしょい。続いてこの一文。頑張って日本のインディーズゲームの未来のために1000万用意した企画とそれを承認した組織があるわけで、そこ裏切りそうになってんのいかんでしょう。もうね、俺と講談社の関係性をそのまま見せてあげたい。講談社ゲームクリエイターズラボ2021年今年度は合計7チームにね1年間1000万円の支援金をね出してくれてます。そのクリエイターズラボのトップである鈴木良一さんっていう方がね7チームの中からわざわざ僕を選んで担当編集についてくれてます。初期の頃からねこんなこと言ってくれてるんですよ。2年で2000万やったらハイタカさんの夢には届かないと思う。だけど最後はクラファンまでちゃんと面倒を見るんで一緒に頑張っていきましょうね。僕がクリエイターズラボを踏み台にしてさらに上に行こうとしてるっていうとこすら織り込み済みで応援してくれてるんですね。その関係性に対して外野から裏切りとかしょうもないケチつけてくるのやめてもらっていいですか。そして最後の捨て台詞がこちら。それとインディーズ開発者に大事なことを教えておいてやろう。今回のように投資を受けて開発に挑み失敗した時は、いやまだ失敗してないけどな、まあそれは置いておこう。開発に挑み失敗した時は絶対にお気持ちを使用するな。それは最悪だ。これもね僕どうかと思うんですよ。クリエイターが自分の気持ちをね赤裸々に吐露した時にお気持ち表明わらわらとか言ってね草生やしたり、お前はゲームだけ作っとけやってバッシングしてくる人が少なからずいるんですよ。僕はそんなディストピアみたいな世界ね嫌です。これからも辛いことがあったらみんなに愚痴吐くこともあるやろうし、嬉しいことがあったらみんなに共有したいし、今回みたいに自分の考え方をちゃんと伝えておきたいと思ったら熱く語らせてもらうこともあると思います。作品ももちろんだし僕自身も好きになってほしいんですね。それが嫌いって人もいるでしょう。嫌いだったらもう無言で去ればいい。わざわざ喧嘩する必要ないじゃないですか。そんなトゲのある言葉使ってね。正直ねこの方の気持ちもわからんでもないんですよ。実は昔一時期この方をフォローしていたことがあって、さっきも言った通り言ってること自体はねすごく芯を食った面白い発言がね多いんですよ。ただなんでフォローをやめてしまったか、もう本当にね毎回トゲのある攻撃的な言葉使うんですねこの方。正直そういう文章の方が人を引きつける何かがあるっていうのは分かります。そのキャラクターを演じることでねこうしてツイッターのフォロワー数もね5万人もいらっしゃる。すごいじゃないですか。ただここまで来るとねもうやめられないと思うんですね。このキャラクターを急にやめるっていうのも難しいと思うし、今回はね僕のことを叩いていいねをめちゃくちゃ稼いでたみたいですけど、僕もねこうして動画のネタにさせてもらってちょっとだけ再生数稼がしてもらいました。でも本当にね殴り合いたい喧嘩したいってわけじゃないんです。ちょっと事実と違いますよっていうところを訂正したかっただけです。先に先制攻撃されたとはいえこうして動画のネタにしてしまったんで、仲直りの意味も込めてねこの方 Amazon の欲しい物リスト公開してらっしゃるのでここからねギフト送りたいと思います。これからもねお互いネットで活動してたらまた絡み合うことあるかもしれませんけど、この時はねどうか仲良くしてください。他にも実装してほしいゲーム要素とかあったらコメント欄で教えて。はいたかゲーム制作事務所。